皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで今日はですね、皆さんデジタルのお絵描きツールにある投げ縄塗りっていうのをご存知でしょうか？新本先生がよく使う紙ツールですね。そう、うちのね、チャンネルの視聴者は私が今までめっちゃ使ってきてるから、なんとなく知ってると思うんだけども、エース君曰く、私はその使い方がめちゃくちゃうまいと。いやもうプロだよ。プロもともとプロなんだけど、いやもうあれは投げ縄ツールのプロ。投げ縄ツールは、俺が今まで見てきた中で、新本先生以外にあれをあんなに使いこなしてる人見たことない。そもそもあれ使ってるって人あんまりいないよ。ということで、今回はこんなチャレンジしてみたいと思います。プロ絵師が投げ縄ツールのみでお絵描きしてみたら一体どうなるのか、初心者と比べて検証してみたいや、俺は絶対使えないから。いつも断言してるから使えない。比較が欲しいので、S 君にも今回は投げ縄ツールのみで絵を描いてもらいたいと思います。投げ縄ツールのみ？だからもう線とか引いちゃダメよ。投げ縄ツールのみ。だから本当にもうブラシとか、使った時点でアウトね。特別、本当は投げ縄ツールで消しゴムっていうのがあるんだけど、S 君にはただの消しゴムを使うことも許可する。そんなこと考えたこともね。消しゴムだけは許可するけど、もう色塗りは全部投げ縄ツール。ペンも投げ縄ツール。要はだから、私のイメージ、厚塗りとか切り絵のような感じで、こう、パーツをどんどん重ねていくような厚塗りタッチなイラストの方がやりやすいかなと今思ってます。何これ何時間かかるの？わかんない。私はやったことないチャレンジだから。ということで今回はそんな風にみんなに投げ縄ツールをもっと知ってもらいたいっていうのもあるので、こんな企画をやっていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ということで、今それぞれ、画面を開きました。今回私はクリップスタジオの投げ縄ツール。S 君はアイビスペイントの投げ縄ツール。俺アイビスペイントしか使えないからさ。それぞれ、名前が微妙に名称が違ってね。そうなの？そう、私の場合はこの投げ縄塗り。俺は特殊ペン。で、S は特殊ペンの中に入ってる。投げ縄塗りだよ。同じでした。同じでした。私の勘違いした。同じでした。なので、この投げ縄塗りを使ってやっていきたいと思います。まあそもそも投げ縄塗りっていうものが、まあどういうものかだよね。こうやってやると囲える。そういうことね。どういうものかっていうのを説明するのね。自分で囲った形の通りに絵が描けるっていう感じね。こういうわかりやすいとこ。でもペンで描く感じだから、こう星とかこういう風にすると、ちょっとほら変わった感じになる。うまくない？星俺も描けるわ。いや、だからさ、違うんだよ。例えばこういう形で星を囲えばこうなるし、こういう風に囲うとこうなるよ。ああ、そういうこと。投げ縄なってない。確かに、アイリスペイントと違うのかな、微妙にクリスタは。投げ縄の感覚が違うんだ。違う、それ。でもね、アイビスのいいところは、もう描いてるのが形として、シェイプで見れるの。本当だ。塗っていく段階でもうさ、どんな形を自分が作ってるかわかるでしょ？わかる。で、クリップスタジオの場合は、描き上がるまで見えないの、何風に描いてるかが。そっちの方がいいな。本当に、この点線だけ、この細い点線を見てでも想像して描かなきゃいけないんだよ。だから、S 君は絶対今私がここでやってるからそっちの方がいいなって言ってるだけで、いざそっちにしてみたら私こっちも難しいんじゃないかなとは思うよ。だってこうやって本当に脳内でイメージしてないとその思った形描けないよ。でもすごい人間描けるやん。っていうことで、まずは下絵をしていきたいんですけども、ペンがないので線のイメージを描きながらやっていきます。シモ先生みたいにさ、人間の描こうとしたらこうなるんだよね、俺。私もその段階で今から S 君の完成恐ろしいんだけど。色も使っていいからね。これでどうよ、人間完成。それはいいんだけど、色も使っていいからね。めっちゃなんか何のさ、キャラでしょうみたいな。うまっ！でも下絵だからこれは今あくまでどういう絵を描くかのイメージだから。なんかあれみたい。切り絵じゃなくてさ。わかる。切り絵で合ってるよ。貼り絵とか切り絵とか。なんかそれっぽくなる。わかる。すごい。でもなんとなく描く絵のイメージできたので、これを下絵に色塗っていきたいと思います。めっちゃおしゃれやん。本当にもう投げ縄のみね、色塗りもね、使うのは。早いな。さすが、投げ縄ツールのプロや。いや、私、投げ縄ツールのプロ、習ったこと一度もない。いや、俺が決めてんの、俺が。S 君初。俺が決めてんの。本当に S 君がさっき言ったように、切り絵やってるのに近い感覚。やっぱそう？これ多分ね、投げ縄塗りで絵描くの上手な人は、切り絵も上手だと思うわ。じゃあ俺ダメだ。切り絵下手くそだからきっと。逆に S 君、美術的に得意なものってあんの？ない。じゃあ全部ダメだ。分かってきた、俺もほら。分かった、何描いてるかは。かわいい、ちょっと。分かった。
しかも絵柄のタッチとキャラクターが合ってそうだ。スプラでしょ？スプラのキャラだったら。そう、スプラのキャラ。ちょっとそう、こういうタッチ、切り絵みたいなタッチが合ってそう。これだったら俺もいけるかもしれん。ちょっとエス君も、ついに使い方マスターしてきた。ちょっとね、いけるかもしれない。これぐらいのキャラだったら人間はちょっと無理だけど。いいじゃん。なんか絵の描き方分かってきてるじゃん。どういう順番で描いてったらいいかとか。そうそう、分かってきた。うまっ。なんでそんなうまく描けるの？さすがやな。なんでもできちゃうんだよな、下先生。全く。くそなんでいいじゃん、別に。確かにそうかも。自分で言いやがった、ついに。わりかしさ、できるよね。自分で言いやがった。いや、でも自分で言いやがったって言うけど、確かにできんだよ、本当に。大抵のなんか、ことは初めてでもね。そう、できんだよ。見せてあげたかったな、みんなにエース君がボルダリングやった時の姿を。ボルダリング？この間さ、遊びに行く場所でさ、トランポリング施設。トランポリング施設に行ったのね。そいつのボルダリングがあったの、その施設内に。あった。初めてやったのよ、私とエース君。めっちゃうまかったよ。で、私、行けた頂点まで登って、頂点のベルをカンカンって鳴らすのをちゃんと。すごいやった、あれ。どんぐらいある？いや、あれすごい。4メートルぐらい。3メートルとか。倉庫の天井だから、4メートルぐらい。みんながもう体育館の天井ぐらいまであると思うんだよね。あれ。4、5メートルある。あるよね。体育館の天井ぐらいまでのとこまで私頑張って登ってって、できたと思った S 君が、俺もう無理だっつって自分の身長より低いところで止まってたの。俺120センチぐらい。待って、自分の身長越してないけどと思って。俺腰引けてたもん。腰抜けてた。どうしよう、もう、これリタイアしていいから、もう無理だっつってて。っていうか、マジでうまいね。やっぱすげえわ。もう俺この工程だけ見てるわ、今。俺もういいや。でも完成形がなんかイメージできてるかどうかだと思うんだよね。出たその完成形イメージいつも言ってる。これね、もうだからもう何でもその投げの熱いの話じゃなくてね、絵を描くときにすごく大事なことなんじゃないかと思うんだよね。その完成形が見えてて描いてる人と、なんだかわからないけどとりあえず描いてる人とでは、全然出来上がり違うと思うんだよね。俺でも一応、鮭完成形イメージしてたよ、これ。でもそうだよ。だってなんでいいかって、鮭はやっぱりパッてやるじゃん。エスカの中で、完成形がイメージできてたじゃん。完成形イメージしてたからね。でもマジで似てないほら。ほら。いや、似てるけど。ちょっと似てるよね。似てるけど違くない？似てる、なんか違うな、やっぱ言われて。横に並べたら違うな。はい、ということで、投げ縄ツールのみでのお絵描き終了しました。お疲れ様でした。楽しかった。結構マジで。はい。ということで、それぞれのイラストを見てみましょう。はい。これだよこれ。いや、わかるよ。書いてあるものがわかるし。鮭。かわいいし、本当に言っちゃ申し訳ないけど、いつもペン使った S 君の絵と、あまり違いがない。大差ないよね。そうなの。いや、だから俺も案外逆に言うなら、普通に自分で線で描くよりも、投げ縄でうまく丸とか描けるじゃん。丸とかちょっと描ける。だから、こういうのが向いてるのかもしれない。そうかもしれない。S 君よりさ、丸がペンで描くとさ、手が震えてこう。あとやっぱ描けないやん、丸とかって。でもさ、投げ縄するのが丸とかって綺麗に描ける。そう、やってるうちになんかどんどん上手くなるから。案外俺は、だから今後、投げ縄ツールマスターしたら、やっぱそっちの方がいい。いや、鮭しか描かない人になりそうだけど。そういうキャラクターもしか描かないみたいな。いや、これいつもと変わらないし。いや、まあ全然違うよ。全然違う。いつもの絵とはもう全く別次元の絵になったけど。切り絵みたいな。切り絵みたいでしょ。でも楽しかったよ、やってて。いや、これうまい。
だからね、やっぱね、最初の頃のがやり方が分かんなくて、手から描き始めたから、なんか手があんまうまくできなかったのがちょっとがっかり自分では。でも他はまあ、わりかしうまくできたかなと。まあ。もう、いや違う、うまい。いや、一言よ、うまい。で、なんかいつもよりも少しアートっぽいイラストになったかなと思う。そうそう。だからこれをプリントっていうか、普通のこれほら、今デジタルだけど、紙で、なんかこう、ペッペって紙を貼ってって描いた絵にめっちゃ近いから。だよね。だからこのぺったり感を生かして背景とかもデザインしてみたし、そういうまあイメージの絵にしてみた。マジでうまいわ、もう。全部うまいやん、本当に。ということで、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。音楽家の下本慎太。バイバイ。バイバーイ。